はい、今回はスマホ撮影であると便利なスマホジンバルについて話をしたいと思います。最近のスマホはカメラが高性能なので、私も動画素材としてスマホを使うことが非常に増えてるんですよね。中でもスマホを使う大きな理由となっているのが、スマホ専用のジンバルがあること。ジンバルがあることでできる映像表現も増えるし、カメラ専用のジンバルよりも圧倒的に簡単に使える。撮影機材を持ち運ぶ手間やセットアップする手間もないし、撮影スピードだけでなく撮影データの転送も早い。そして何よりこのジンバルが安いですからね。もちろんスマホカメラゆえに撮れる映像に限界はあるのですけど、それを差し置いても便利であり、一眼レフのような本格的なカメラにはないメリットも非常に多いのです。私は提供してもらったインスタ360 Flow 2 Pro を愛用していますが、提供してもらわなくてもこのシリーズを使っていましたし、微妙な価格差で悩むなら、このスマホジンバルを選んでおけば間違いない。今回はその辺を含め、私がどのようにスマホジンバルを活用しているのか、そしてこのインスタ360 Flow 2 Pro の何が他と違うのかってところを深掘っていければと思っています。それでは行ってみましょう。はい。それでは私がなぜスマホジンバルを使うのか、その理由を順を追って説明したいと思います。まず一つ目の理由がトラッキング機能。ジンバルを使うことで滑らかな映像が撮影できるってのはご想像の通りなのですけど、それを踏まえた上で自動でトラッキングしてくれるのが素晴らしいです。トラッキング機能があることでジンバルが勝手に動いて、勝手に被写体を追従してくれるようになる。これにより一人では撮れないような映像が撮れるようにもなる。私は基本的に一人で撮影していることが多いのですけど、自分一人だと撮れる映像に限りもあるのですよね。自分を撮る場合にも誰かに撮影してもらっているかのような映像を撮れるし、手が届かない位置からの撮影も自動的に被写体に向け続けてくれる。難しい角度から撮影してもしっかりとフレームに入れてくれるので映像表現の幅も広がるのです。特にこのインスタ360 Flow 2 Pro では Deep Track 4.0 っていう AI システムを搭載しており、トラッキング性能も非常に高い。早く動き回っても遠くに離れても見失っても再認識。想像以上に正確にトラッキングもしてくれます。人間以外の被写体もトラッキングできるから、今回のような商品レビュー動画にも役に立つ。物を追い続けるような映像も簡単に撮れるのです。さらに面白いのがアクティブズームトラッキングという機能。被写体との距離に合わせて自動でズームイン、ズームアウトしてくれる。同じ構図で被写体を追い続けるってすごいテクニック。しかも最大15倍ズームまで対応しているので、超離れてもズームしたまま追跡できるのです。こういった映像は少なくとも私には撮れないし、私一人でこれ撮影してますからね。カメラの動きに合わせて勝手にズームもできるから、ドリーズームのような不思議な映像も簡単に撮れる。まあジンバルってブレを抑えるために使うのは間違いないのですが、ブレを抑えてちゃんと被写体を撮影するってのが難しいんですよね。ジンバルは思い通りにも動かないので、うまく被写体をフレームに入れ続けるってことも大変なのですけど、これをインスタ360 Flow シリーズなら自動でやってくれる。自動で追ってくれるならスマホ画面をがっつり見なくても良くなるので、ファインダー越しの記録ではなく、直に目で見て記憶に残すこともできるのです。なんなら自分も参加できるし、複数人の同時トラッキングもできますからね。動画撮影って被写体をフレームに入れるってだけでなく、常に被写体を同じ位置にキープすること、構造を維持することも大事なのですけど、この被写体の位置を変えずに動きながら撮影し続けるってこともこのジンバルなら自動でやってくれるプロフレーミンググリッドって機能ですね。指定した位置に被写体を保ったままトラッキングもできるのです。例えばフォローショットとかスライダーショット、オービットショットとか AI トラッキングがあれば画面を見て歩く必要もなく構造を維持できるからブレないように歩くことにも集中できる。前を向いて歩けるってのもあるし考えることが一つ減るってのも楽だと思いました。はい、二つ目の理由はこの小ささで多機能だということ。カメラ用のジンバルってどんなに軽くても1キロぐらいあるのですけれども、このスマホジンバルの重さは 366g。取り付けるスマホも 200g 前後と非常に軽いですからね。スマホジンバル2個用意して、スマホ2個使ってもカメラのそれと比べたら半分にも満たない重量。軽いどころの騒ぎじゃないし、何より超コンパクト。折りたたむと手のひらサイズになり、ロックもかかるので持ちやすくカバンにも入れやすいのです。これバッテリー持ちも良くってフル充電で約10時間くらいは持つので1日フルで使ってあまりある容量。まあ1日も撮影してたら先にスマホのバッテリーがなくなるんですけれども、タイプC でスマホに給電もしたりもできますからね。
そしてこれ、ジンバルとしてだけでなく、雲台一体型の三脚としても非常に優秀なんですよね。インスタ360 Pro 2 Pro には三脚足も内蔵されているし、足も長くて安定感もある。さらに自撮り棒みたいに伸びるから手で持つだけでなく置いても撮影もできる。もちろん手持ちで撮影してもブレにくいので、手持ちで三脚並みに安定した撮影も可能。人混みの上から撮影したり、自撮り棒のようにも使えて自撮り棒よりもブレずに撮影もできるのです。スマホと違って片手で撮影開始もできるし、スマホを持つよりも圧倒的に持ちやすいから長時間録画もしやすいです。まあ三脚や一脚と違って使い勝手も良いんですよね。水平撮りも一瞬だし、パンやチルトもジョイスティックで簡単に調整ができる。そしてこのインスタ360 Pro 2 Pro が素晴らしいのが可動域。パン方向の可動域に制限がなく、無限に回転もできる。トラッキング機能と組み合わせれば、360度無限パントラッキングが可能。さらにすごいのがフリーチルトモード。関節部分を曲げられるようになっており、360度回転をチルト方向にも活用することができる。一般的なジンバルってチルト方向の可動域が狭く上下45度くらいなんですけれども、これなら縦方向にもぐるぐる回るので、真下から真上からと柔軟に撮影ができるのです。関節が曲がることで持ち方も変わるのも良い。例えばローアングルで撮影したい時とか、そのままの姿勢で撮影できるのもありがたい。あとこれ手持ち部分に三脚穴があり、様々なカメラ機材とも組み合わせられるので、これ自体を雲台のように使うこともできるんですよね。一脚と組み合わせて超ロング自撮り棒として使ったり、スーパークランプと組み合わせて俯瞰撮影してみたり、スライダーと組み合わせて AI トラッキングさせても面白いし、それらをすべてリモートで撮影開始して離れた位置から映像をチェックできるってのもすごいのです。Apple Watch でも操作できるし、別のスマホからも簡単に操作ができる。これ、専用アプリも不要で、QR コードをスキャンするだけで別のスマホから操作ができるようになるってすごくないですか？離れた位置からすぐに映像が確認できて、録画の開始、停止もできる。もちろんトラッキング操作とかもできますからね。リモートで確認ができるなら、集合写真とかにも使えるし、この QR コードを誰かにスキャンしてもらったりしても絶対面白いじゃないですか。こういったことを本格的なカメラでやろうとすれば、できなくはないですよ。ただ、設置の手間は尋常じゃないし、超お金もかかりますからね。実際私はスマホ用三脚を特化引っかえ使っておりまして、一脚やマグセーフ雲台とかマジックアームとかも組み合わせていろいろと試行錯誤もしてきたんですけど、正直スマホジンバルがコンパクトかつ柔軟に使えるとも感じております。一瞬で水平撮りができて、どのスマホからでもリモート撮影できる三脚。拡張可能な雲台と考えても悪くないし、下手な雲台よりも安いとも思いました。はい、三つ目の理由は撮影までが早いです。スマホジンバルはジンバルの設定が非常に簡単で、キャリブレーションもとても早いので、圧倒的に早く撮影を開始できます。カメラジンバルのようなカメラを乗せて前後左右のバランスを調整して電源入れてキャリブレーションしてって手間がない。ジンバルの電源を入れれば、スマホを勝手に検知してくれるし、スマホに合わせて自動的にキャリブレーション。iPhone なら NFC でペアリングもできるし、マグセーフ用のマグネットマウントで固定もできたりもする。ジンバルを外したい時も一瞬で外せてスマホ単体ですぐに使えるようにもなるのです。ジンバルから外してまた取り付けてまた外して、このジンバルならではの手間が一切ない。カメラだとレンズ交換で重量バランスも変わっちゃってまた面倒ですからね。複数のレンズを搭載しているスマホなら、広角から望遠へと手元のボタンで簡単に切り替えられるのも素晴らしいのでした。はい、最後の理由はスマホでジンバルが使えるってこと。スマホというハイテク機器を使ってそのままジンバルを使えるってのが非常に便利なのです。最近のスマホカメラ結構綺麗で、私はプライベートでも仕事でもスマホで撮ることが増えてますからね。専用カメラ並みに綺麗というつもりはありませんが、そこそこ綺麗に撮れるのは間違いなく、少なくとも情報を伝えるには十分な画質。YouTube だけでなく地上波テレビ番組でもスマホで撮影しているのをよく見かけますからね。スマホのカメラは顔認識も早く、ダイナミックレンジも自動で調整してくれる。今では AI 補正なる機能もあるので、私が手を加えるまでもなく、勝手に綺麗な映像にしてくれるので、いわゆる取って出しで使える。良くも悪くもそれなりの映像に仕上げてくれるのです。まあ綺麗な映像ってのは人により定義も異なるし、スマホが本格的なカメラの代わりになるとは言いたくもないのですが、少なくとも本格的なカメラより圧倒的に手軽に使えることは間違いないですからね。個人的には撮る瞬発力も非常に重要だと思っており、シャッターチャンスですぐに撮影できなければ意味もない。
その点、いつも使ってるスマホなら、いつ何時でも気兼ねなく撮れるし、撮った後の確認も簡単。確認用のモニター画面も大きく、タッチパネルでの操作も快適。精神的な負担もなく、試行錯誤しまくれるってのも最高だなと。スマートフォンはインターネットにも接続できるから、撮ってすぐ誰かと共有して編集してもらったり、スマホからパソコンにエアドロップしたり、撮った後にデータを使うのも非常に楽なんですよね。クラウドストレージの自動バックアップでデータ管理も楽だし、NAS を使ってるなら自動的に自宅のサーバーへバックアップ保存したりもできる。私は Ugreen の NAS で全てのスマホデータをまとめて保存しているのですけど、撮影データの管理もめちゃくちゃ楽になりましたからね。この NAS はスマホアプリに力も入れており、スマホとの連携も非常にスムーズ。写真や動画の自動バックアップ設定も簡単にできるのです。NAS なら自分でストレージ容量も増やせるし、いつでもどこでも NAS にバックアップできるから、スマホの容量気にせず動画も撮りまくれる。私は楽天モバイルの無制限 SIM も使っているので、外出先でモバイル回線経由で NAS に自動アップロードしたり、スマホごとに勝手にフォルダ分けして保存してくれるから、どのスマホで撮った映像なのかってのも後から簡単に判断できるし、スマホも使い分けて撮影しておけば、編集時に必要な映像を探し出すのも楽なのです。例えば今回の撮影の場合、私は2台の iPhone 15 Pro を Insta360 Flow 2 Pro で使って、室内の撮影風景を Xiaomi 15 Ultra で撮影し、屋外の撮影風景を Galaxy S24 Ultra と使い分けて使用していたわけ。それぞれのスマホはストレージ容量が少ない格安モデル。スマホを安く済ませられるのも NAS があるからなのです。スマホカメラの撮影データには日付だけでなく GPS データも含まれるから後から探し出すのも簡単だし、Ugreen の NAS なら AI 検索もできますからね。人間の顔はもちろん、物やシーンの分類とかも自動で判別してくれる。人物はほぼ完璧に認識してるし、人だけじゃなくてペットや特定の場所とか建物の種類とか、膨大に撮ってきた過去の写真からすぐに探し出せる。私は仕事でもプライベートでも動画や写真を撮りまくるんですけれども、何でもかんでも雑多に撮影してしまう私にとって、NAS が勝手に整理してくれるっていうのがありがたいんですよね。外で撮影すれば勝手に家のNASに保存され、自動的に整理もしてくれるので、帰ったら家のパソコンですぐに編集もできるってわけです。まあデータが膨大になるほどデータは探しづらくもなるし、Ugreenの NAS なら高速イーサネットで外付けハードディスクよりも圧倒的に高速にデータも扱えますからね。具体的な NAS の便利な使い方や注意点については以前の動画でも詳しく解説しておりますので、よろしければそちらもご覧いただけると幸いです。こういった NAS へのバックアップもスマートフォンだから自動的にできるし、そもそもスマートフォン自体がハイスペックデバイス。そのままスマホで編集して SNS にアップロードもできるし、このジンバルなら SNS のライブ配信でもトラッキング機能が使えるのです。Insta360 Flow 2 Pro は世界初の Apple Dock キットに対応したジンバル。iPhone なら200以上のアプリでジンバルのトラッキング機能がそのまま使えるし、Android でも AI トラッカーを取り付けることでトラッキングできるようにもなる。例えばインスタライブや TikTok ライブでもトラッキングしたり、FaceTime や Zoom、Google Meet といったビデオ通話や Web 会議でもトラッキング機能が使えるのです。何にせよスマホには一眼レフカメラのようなカメラ専用機にはない機能が非常に多くあり、それなのにカメラよりも圧倒的に軽くて小さいですからね。ポケットに入るし、防水性能で悪天候下でも撮影できる。レンズ濡れたら嫌だなとか、神経すり減らしながら使わなくても良い。結局のところ、カメラは持ち運ばなければ撮影しないし、持ち運ぶ手間がなく、神経使わず撮影できて、いろいろと試行錯誤できるってのが最高。スマホにはマグセーフマウントという非常に便利な脱着システムもありますからね。マグネット固定できるだけでいろんなところに固定できるようになり、スマホだけでなく撮影機材だけでなく様々なガジェットも固定できるのです。私はデスク収納にもマグセーフを乱用しているというのは以前の動画で話をした通り、スマホジンバルもマグセーフで脱着できるのが最高なのでした。はい、ここまでスマホジンバルを使う理由、メリットについて主に話をしてきましたが、もちろんスマホジンバルにもデメリットはあります。スマホで使えるのがメリットと言いましたが、このスマホにしか使えないというのが最大のデメリットでもある。スマホジンバルという製品にはカメラがついていませんので、結局のところ撮れる映像はスマホのカメラ性能に大きく依存するのです。いくらスマホで綺麗な映像が撮れると言っても、小さい上にカメラのセンサーサイズも小さいので撮れる映像には限界があります。特に暗い場所では画質が落ちる。室内や夜といったシーンではどんなに頑張ってもノイズが発生するし、だからといって照明を持ち歩いてまでスマホを使うかといえばない。
そこまでするならカメラで撮影した方が良いとも思っています。スマホには搭載するレンズも限られるので、ズーム性能にも限界があります。デジタルズーム域では確実に画質も劣化する。あと、スマホジンバルって機能が非常に多いので操作も複雑です。タイムラプスにモーションタイムラプスにタイムシフト、360度パノラマ撮影にドリーズームにバレルロールとか、できることも多すぎるぐらいにあるので、初めは混乱するとも思います。そもそもジンバル操作自体が難しく、少なからずジンバルの知識が必要です。どうやったらブレず、どのようにジンバルが動くのか、フォロー、チルトロック、FPV といったフォローモードの違いくらいは覚えておかないと思ったように動いてもくれません。ただ、これは他のジンバルでも同じこと。基本的なジンバルの使い方は変わりませんし、結局のところたくさん使わないとうまく使えるようにならないんですよね。そういった意味でもスマホジンバルは最適なんじゃないかなと。本格的なジンバルに比べて圧倒的に軽くて何よりも安い。ジンバル操作を学ぶデバイスとしても悪くないんじゃないかなと思いました。はい、最後にスマホジンバルの撮影方法について。私が今回の映像素材をどのように撮っていたのか、映像クリエイターでもない素人の私がどのように考えて撮影して、結局どんな映像になっちゃったのかって話。やっぱり動画撮影ってなると SNS で公開したくなる人も多いと思うんですけれども、なかなか最初から思ったようにはいかないし、私も想像以上に四苦八苦して今回の動画も作っていますからね。まあ皆さんいきなりうまく撮影できるわけもないし、私も今もなお苦戦しているのですけど、そんな私の試行錯誤の記録が誰かしらの役に立つとも思いたい。で、実は今回の動画で使った映像はほとんどすべてスマートフォンで撮った映像なんですよね。インスタフロー2 Pro を使ってインスタフロー2 Pro を撮りつつ、その撮影風景をさらに別のスマホで撮るという二重撮り。さらにその二重撮りの様子を別のカメラでも撮るというちょっと何言ってるかわからないやつ。このスマホでスマホを撮ってる映像を撮るカメラはソニーのカメラ ZV-1 の映像となりますが、それ以外の映像、撮影の裏側を撮ってるカメラもすべてスマホカメラ。すべて 1080p のフル HD 解像度で撮影しており、容量節約のため保存形式も HEVC です。シネマティックモードとかも使ってないし、プロレス撮影でもなければカラーグレーディングとかもしていません。あくまでスマホで普通に撮影した映像をそのまま使ってあえての取って出しでどんな感じに仕上がるのか。具体的に使用したスマホについてはどっかしらに記載しておりますので、何らかの判断材料にもなれば幸いです。ってことで、まずこの映像から、ジンバルといえば動きながら撮る映像。定番なのがフォローショット。被写体と一緒に動きながら撮るトラッキングショット。要は追尾撮影ですね。フォローショットは被写体の正面もしくは後ろから追いかけるように撮影する手法。背景に奥行きがある一本道とか、周りにオブジェクトがある場所を選ぶと動きが強調されがち。被写体の正面や後方から被写体と同じ速度で追いながら撮影する。ジンバルの設定、フォローモードは私は水平維持したいのでパンフォローにしましたが、上下方向も滑らかに追従したいならフォローでも良いんじゃないかなと。撮影のポイントは被写体と一定の距離を保ってなるべくブレないように歩くこと。同じような構図、動作で撮影しておけばマッチカットでつなげやすくもなりますからね。ちなみに回転しながら撮影すればスピンショットになります。インスタ360フロー2 Pro にはバレルロールという機能もあるので、こういった不思議なショットも簡単に撮れるのも面白いですね。はい、続いて横向きのフォローショット。被写体と並走しながら被写体を撮る手法ですね。背景に動きがダイレクトに出るので、奥行きのある場所や樹木とか立体感のある場所で撮影しても面白いかなと。背景の動きを見せたいので、被写体が構図の3分の1に収まるように配置しています。こちらも被写体の横から被写体と同じ速度で追いながら撮影。被写体と一定の距離を保ってなるべくブレないようにってのも同じですね。ジンバルのフォローモードはパンフォローでなるべく水平を維持。上下は固定して左右の動きだけ追従させています。背景の流れを強調したいならロックモードで向きを完全固定しても良いかなと。こちらも同じような構図で撮影して、後でマッチカットでつなげたりして使ってました。はい、続いてこちらもジンバル定番のオービットショット。オービットショットは被写体の周りを円を描くように移動しながら撮影する手法ですね。被写体を中心に固定することで背景が回転して見えるってやつ。中央に被写体を維持するためにトラッキング機能を有効にすると楽。フォローモードはパンフォローでなるべく水平を維持。上下に動きも加えたいときはフォローモードでも良いんじゃないかなと。一回転まではいかずともちょっと回り込みながら撮影することで被写体を立体的に見せられたり背景を広く見せたりすることもできます。これは途中から被写体が入ってくるリビールショット。
撮影するのは被写体から風景へとカメラの向きも上下するので、フォローモードはフォローで撮影しています。先ほどのスライドショットと組み合わせて、オービットリビールショットへワイプトランジションでつなげてみました。はい、こちらはローアングルからのチルトショットですね。被写体をトラッキングしつつ上から下へ撮影しています。カメラは下へ行くほど自動的に上を向き、最終的には真上に向かって撮影するため、チルト方向への可動域が広いフリーチルトモードへ変更しています。被写体を手前、背景を奥みたいにして、空や木々を背景にしたかったんだけど、最終的に何度かやり直してこの絵面となっています。はい、続いてクレーンショットですね。ローアングルで撮影開始してハイアングルで終わるクレーンチルトショット。先ほどと同じくフリーチルトモードで真下にカメラが向くようにし、一脚で手持ち部分を延長して、より高い位置から撮影できるようにしました。トラッキングを有効にして被写体を中央に固定。あとは低い位置から撮影を開始して近づきながら上昇させれば勝手にカメラの向きも真下に向いてくれます。ジンバルの回転速度はデフォルトのままで撮影したんですが、微妙に追いついてなかったんで高速に変更してもよかったかなと。はい、続いて狭いところを通りながらハイアングルへ移行するドローンショット。こちらもフリーチルトモードで障害物の間を通して低い位置から撮影を開始。あとは手前方向に引き抜きながら上昇してハイアングルで撮影終了です。細いポールを通り抜けただけなので、ちょっと障害物をくぐり抜けてるって感じがなかったですね。もうちょっとわかりやすい障害物を通り抜けた方が良かったと思いました。はい、続いてチルトトラッキングショットですね。なんか難しい言葉並べてますけど、要はスタンディングデスクで昇降する被写体をトラッキングするってだけのショット。被写体が置いてあるデスクの上側をメインで撮影したかったので、プロフレーミンググリッドで被写体の位置を下段中央に固定。上から下はトラッキングもスムーズだったんですけれども、下から上だと被写体が隠れがちになるので、トラッキングが外れやすかったですね。はい、続いてサイドトラッキングショット。横方向に動かしながらトラッキングして撮影しました。ジンバルを使ったとしても手でゆっくり動かすとどう頑張っても手ブレちゃったんでカメラスライダーを使ってブレないように撮影しました。こちらは小さいカメラドリーを使って撮影しています。横向きに動かしてスライダーショットを撮ってみたり、被写体に向けてプッシュインしてみたり、自分が触らなくてもトラッキングできるのも楽だし、こういった撮影機材にさっと取り付けて試行錯誤できるのもスマホジンバルならではの素晴らしいところだと思いました。はい、最後にまとめです。ジンバルってなんか小難しいイメージがあると思うのですが、そんなよくわからないジンバルというものを理解するきっかけとして、スマホジンバルは最適だと思いました。スマホで使えるなら気軽に撮りまくれるし、撮影した映像チェックも簡単、試行錯誤もしまくれる。しかも自撮り棒三脚雲台としても使えて、それらよりも圧倒的にできることも多いわけで、カバンに入れておいて便利なのも間違いないと思っております。スマホジンバルという製品自体もすでに仕上がっており、特にインスタフロー2 Pro という製品の完成度は非常に高いですからね。他社製品に比べて明確なデメリットもなく、360度無限パン、フリーチルトモード、世界初の Apple Kit 対応と、他社のジンバルにはない機能も多く、少なくともジンバルを使うために必要な知識はこれで網羅できますからね。何にせよ小さいは正義。持ち歩かなければ意味ないし、取らなければうまくもなりません。いろいろとやってみないとわからないし、実際私も何回も撮り直しをしてますし、今もなお一発で撮れるわけがないと思ってやっている。表に出ている部分は氷山の一角。これも実際にやってみて分かったことですからね。とりあえず映像制作をしたいなら、持ってるスマホで撮りまくれば良いだけ。スマホジンバルがそのきっかけとなるなら、それはそれで素晴らしいことなんじゃないかなとも思いました。というわけで今回はこの辺で、おしまい。